やヘルダイバー、今回は新しい黄金のコントロールグループで追加されたメイン武器のバリアブルについて解説します。性能は軽装交換2、ダメージ85です。特徴として3つの射撃モードに切り替えることができるので、それぞれを確認してみましょう。バリアブルの相談数は49発です。オートではアサルトライフルのように射撃できます。発射レートも切り替え可能で、こちらがレートマックスの状態です。反動も小さいのでリコイルのコントロールは難しくありません。しかしエルゴノミクスが22と低いので照準の追従は遅いです。リベレーターの半分以下と考えれば分かりやすいでしょう。下の映像のようにフィークフィジックのハーマーと組み合わせることをお勧めします。リロード時間は 2.6 秒ほど。打ち切ってからでもリロード時間は同じです。次は同時発射ボレーモードです。こちらは1回の射撃で7発の弾を同時に発射します。ワンマガジンで7回射撃できるということです。反動が大きいので照準が落ち着いてから撃つようにしましょう。また射撃するにつれ反動が小さくなります。弾数が少ないと反動が抑えられるようです。最後は全弾発射するトータルモード。こちらはマガジンに残っている弾を一発で撃ち出します。ダメージは高いですが貫通力が上がるわけではないので使える場面は限られます。エクソスーツの足を撃つと一撃で撃破できる火力です。さようなら。注意点として伏せて撃たないと反動で吹き飛んで少しですがダメージを受けます。ライブ中に射撃してもダメージを回避することはできません。運が悪いと骨折したりします。やられた、腕が。ダメージを回避したいなら着地してから撃ちましょう。他にも残弾が22発以下の場合はトータルで撃っても吹き飛びません。では実際にどういった場面で射撃モードを切り替えればいいのか確認してみましょう。まずはターミニット、ベヒーモスのお尻にトータルで撃ってみましょう。一発では破壊できません。お尻を破壊すれば時間の経過で力尽きます。トータルモードだと2発でした。2マガジン分の98発はさすがに過剰火力です。トータルを1発の後にどれぐらい追撃すればいいか確認しましょう。1発目はトータルで撃ちます。リロードしてボレーに切り替えます。なんとボレー1発でお尻を破壊できました。弾数でいうと56発なのでトータルで2発撃つと42発も弾を無駄にする計算になります。トータルで1発撃ったらバリアブルにこだわる必要はありません。例えばグレネードピストルで追撃すればバリアブルのリロードを待つ必要はありません。これなら即座にお尻を破壊することができます。ちなみにチャージャーの場合はトータル1発でお尻を破壊できるようです。次はインペーラーの弱点にトータルを打ってみましょう。見事に一発で撃破することができます。インペーラーの弱点はこちらの動画を参考にしてください。ボレーで撃った場合は6発必要でした。弾数でいうと42発になります。インペーラーに対してはリロードしてからトータル1発で仕留めるのが基本になりそうです。グレネードピストルを撃ち込んでからだとボレー3発で倒せます。オートで撃っても処理速度はほとんど同じです。状況によってはこのように倒してもいいでしょう。後ろから撃つ機会があればトータルをこちらに撃ち込みましょう。こちらも一発で撃破できます。続いてはタイタンにトータルを撃ち込んでみました。結果から言ってバリアブルだけで対処するのはおすすめできません。腹を狙ってみましたが撃破には5から6発必要でした。時間もかかるし当てるのも意外と難しいので他の方法で対処した方がいいです。かわせるかしら。残念でした。しかし使い道がないわけではありません。胸か腹をトータルで撃てば一発で部位を破壊することができます。どちらかを破壊すれば3での攻撃を出さなくなります。状況によっては狙ってもいいですが足は出ます。ストーカーに対してはどうでしょうか。トータルならもちろん背中でも一発で撃破できます。しかし基本的にはボレーで使うことをおすすめします。頭なら1発、腕か腹なら3発で倒せます。基本的にはワンマガジンで2体まで対処できると思います。ボレーで撃っても敵はひるまないので気をつけてください。
冒頭でも確認しましたが、3段で反動が変わる点も意識するといいです。注意点として、頭より上か背中に当たってしまうとボレーで4発撃たないと倒せません。弾数でいうと25発です。撃つときは線より下を狙うようにしましょう。オートで撃つ場合は頭で3発、腕は16発で倒すことができます。こちらはバイルスキューワーです。トータルで腹を撃つと1発で爆発します。ボレーだと5発必要でした。難易度6、エクストリーム以上になると頭などは中装甲になりますが、口を撃てばボレー1発で倒せます。しかし当てるのが非常に難しいので、動いている場合に当てるのは困難です。見つかっていない状態で狙撃するときに試してみてください。グレネードピストルを当ててから腹か後ろ足を狙えばすぐに倒せるので、こちらの方法をおすすめします。ナーススキューワーの場合は頭も低装甲なのでボレー一発で倒せます。腹だとバイルスキューワーと同じくボレーで5発必要になります。アルファコマンダーの頭部はボレー2発で破壊できます。オートだと11発です。胴体だとボレーで7発必要でした。つまりトータルで撃った方が早いということです。トータルなら背中を撃っても即撃破できます。逃げるアルファコマンダーに使うといいです。アルファコマンダーに対してはボレーを使った方が倒しやすいと思います。ボリアーも一発で簡単に倒せますが、当たり方が悪いと追撃が必要になります。ボレーだと火力が過剰なので弾の消費を抑えたいならオートで撃ちましょう。頭部を破壊するだけなら2発で済みます。頭に当たらないと4発ほど必要になります。ハイブガードはボレーで2発です。しかし装甲に当たってしまうと弾が無駄になるのでオートで撃つことをおすすめします。両方の爪を破壊すれば簡単に倒れます。宝石の子とシュリーカーの巣はクエーサーキャノンか EAT を撃った後にボレー6発で壊れます。追撃にトータルを使って一発で破壊した方がいいでしょう。バリアブルだけだとトータルで6発も必要になります。注意点として距離が離れているとトータル1発で壊れません。距離225メートルだと追加でボレー4発分必要になります。こんにちは。距離が縮まるにつれ必要な弾数も減ります。160メートルだと EAT トータルを1発の後ボレー2発で壊れます。距離80メートルなら EAT トータル1発で壊せました。遠くを撃つときは距離減衰のことも考えておきましょう。ターミニットでバリアブルを使った感想は基本的に小型の敵をオートで対処して、ストーカー、アルファコマンダーなどボレーで素早く処理するのがいいと思いました。ボリアーに接近された場合もボレーなら素早く処理できるので状況によって使い分けたいところです。メイン武器で大型に対抗できるところも優秀です。モード切り替えになれば必要ですが活躍する場面は多いと思います。気になるところはエルゴノミクスなのでピークフィジックのハーマーと合わせましょう。ここからはイルミネートでの使用感を確認してみましょう。トータルモードを使えばハーベスターを一発で倒すことができます。狙うのは青く光る目です。目なら軽装甲貫通武器でダメージを与えられます。では弾がどれぐらい残っていれば倒せるのか。こちらは残弾は42発、ボレーを1発撃った状態です。見事に撃破できました。次はボレー2発分減らしてみました。残弾は35発です。まだ撃破できます。さらにボレー3発分減らしてみましょう。残弾は28発です。さすがに無理でした。またシールド破壊にはボレーで3発必要です。トータルで倒しきれなくなるのでシールドは他の方法で破壊するといいでしょう。体力は残りわずかなので追撃すればすぐ倒れます。シールドは支援武器で破壊するといいですが、グレネードピストルを使ってもボレー2発で済みます。先ほど確認しましたが残弾35発ならトータル1発で倒せます。セネターを使うのもおすすめです。ボレー2発を撃ってからセネターを3発で破壊できます。シールド発生装置まで壊せば
こうなった後も倒しやすいはずです。ワーク線のシールドもトータルで1発です。ボレーの場合は5発です。どちらにせよ素早く破壊できるので状況によって使い分けるといいでしょう。フレッシュモブにはトータルモードを使いましょう。基本的には2発で倒せます。腕には当たらないようにしてください。追撃が必要になります。2発で倒れなかった場合はオート6発ほどで倒せました。サブ武器で追撃した方が早いです。トータルを1発撃ってからボレーを使ってみましたが結局7発必要になります。オーバーシアーに対してはどうでしょうか。まずはトータルモードです。なんと1発で倒れません。オーバーシアーは走行を破壊した部位を狙わないと本体にダメージを与えることができません。追撃にはオートで3発ほど必要でした。ボレーで足を狙った場合は3発で倒せます。しかし反動が大きいので同じ部位に当てるのは少し難しいです。オーバーシアーにはオートで射撃するのがいいと思います。うまく当たれば足を狙って14発ほどで倒せます。狙うのは難しいですが右腕を打つと一番早く倒せます。10発以内で倒せるはずなので試してみてください。ボレーを使うタイミングはエレベートオーバーシアーの背中を狙える時でしょう。一発で撃破できます。ソウルレスに対してもオートで使うのがいいでしょう。ボレーだと一発で倒せなかった時に無駄に弾を消費してしまいます。オッチャーを狙撃する場合はボレーを使うといいと思います。オートで撃っても素早く倒せるので状況によって使い分けましょう。イルミネートでバリアブルを使った感想はボレーを積極的に使う場面は少ないと思います。やはり一番の強みはハーベスターの処理速度が速いところでしょう。支援武器より素早く倒せるのは魅力的です。フレッシュモブの処理も優秀ですが弾の消費は激しいので補給パックを持っていきたいところです。またスティンブレイと稲妻の戦闘には対応できないので別の手段を用意する必要があります。支援武器の組み合わせはこちらの動画を参考にしていただければと思います。最後はオートマトンについて確認してみましょう。オートマトンでトータルを使う場面は少ないですがハルクの後ろからラジエーターを撃てば一発で撃破できます。ボレー4発分3弾28発あれば撃破できます。右の映像はボレー3発分3弾21発では撃破できませんでした。ボレーで仕留めるのはかなり難しいので素直にトータルで撃ちましょう。スカウトストライダーの足は軽装甲になりました。ボレー3発で倒せます。個人的にはオートで狙った方が当てやすいですがどちらもワンマガジンで倒せるのは2体まででしょう。ミサイルを狙う場合はオートで2発ボレーなら1発です。デバステーターとバーサーカーはオートだと頭に2発必要です。ボレーだと1発で撃破できるので狙撃する場合はこちらを使ってもいいでしょう。ボレーなら腰を打っても1発で倒せます。バーサーカーも腰に1発で倒せます。しっかり当てられるならオートで撃つより素早く倒せます。焼却体などは先に武器を破壊してもいいと思います。ボレーなら1発で壊せます。デバステーターは足を打って倒すこともできます。ボレーだと2発です。オートで撃つと10発で倒せます。弾数もあまり変わらないので当てやすい方でいいと思います。ヘビーデバステーターは背中の弾薬箱を撃って倒すこともできます。ボレーだと3発です。オートで撃つなら15発で倒せます。味方が追われている時などに狙いましょう。オートマトンでバリアブルを使った感想は基本的にはオートで運用するのがいいと思います。バーサーカーに対してはボレーを使うと処理が早いと思います。反動も小さいので強化スカウトストライダーのミサイルも狙いやすいです。ボレーモードだとマークスマンライフルのようにも使えます。しっかり当てれば処理スピードはこちらの方が速いです。デバステーターも腰を中心に狙うならボレーで運用してもいいと思います。頭を狙えない場合でも腰を打てば一発で倒せるのは便利です。他の敵勢力と比べるとトータルの使いどころは少ないです。
ハルクのラジエーターを撃つ時ぐらいでしょう。バリアブルについてはいかがだったでしょうか。どの適正力でも使えると思いますが、トータルボレーの特徴を一番活かせるのはターミニットだと思います。皆さんの使用感や意見などコメントいただければ嬉しいです。次の動画もチャンネル登録してお待ちください。それではご視聴ありがとうございました。